こんにちは、まずくです。本日はリンカム島作り動画です。去年の秋に Steam 版で電車が追加されたので、今日は駅をメインにいくつか建物を作って街を広げていきます。それでは早速作っていきます。どうぞ。今まで3本中2本が島作りで、それぞれハンバーグ島の中のデミグラスタウン、孤島のフライグエッグ島と島の中で区画を分けて作ってきました。今回はデミグラスタウンの続きを作っていこうかと思います。今映ってるこの道の先からずーっと奥まで街を広げていくので、地図でいうとだいたいこの範囲の開拓になりました。ということで最初に道を伸ばします。このタイルの組み合わせは国道のようなイメージで島全体に使っていくことにしました。東側には海があるので、海を見渡せるエリアを先に作っていきます。まずは整地から。土地がガタガタだと作りづらいので、なるべく平らにしていくんですけど、川を埋めて地面の土を変えるのが今回の街づくりで一番時間がかかりました。このゲーム、最初の地形源泉は川が少ない方が間違いなく街づくりしやすいです。もう遅いかもしれないんですけど、本格的に街づくりをしたい方は川が少なめの土地を選ぶことを強くお勧めします。はい、ということで奥までずーっと更地になりました。今一瞬映った右側の砂浜なんかも川を土で埋めて地面を変えて後から作っています。では橋と橋の間の海を見渡せる土地を飾り付けていきます。贅沢にこの土地を全て使った別荘を作ろうかなと思うんですけど、今回はもともとある建物は使わずに土を盛ったり家具を組み合わせたりして建物に見立てたものを作っていきました。最初に土を盛って建物の大きさを決めます。横長の建物で右側に車庫がある形にしたいので、レンガのパーゴラを置いて、その中に室内用の壁を並べて、秋のアップデートで追加された壁紙を室内用の壁に貼れる機能を使って簡素な白い壁をシャッターに見立てます。そして正面以外のアーチ部分を隠すためと建物らしい分厚さを出すために周りを土で囲っていきます。正面から見た時にちゃんと屋根がある建物に見せたかったので、土の一番上を階段状に持っていき、レンガの道を張ってみました。パーゴラの上は2階部分に見えるように室内用の出入り口を使って窓を作ります。一番上の土だけ変えるとかはできないので、セメントの踏み段を使って屋根に見立ててみました。とりあえず片側だけですが、どうでしょうか。なんとか建物に見えるかなと思います。そして窓の前はベランダにしたいんですけど、なるべくつなぎ目とかパーゴラの上から透ける壁とかその辺をカバーしたいので、木を中に植えてベランダをわさわさにしてみました。では左側も同じように屋根を作り、室内用の壁を柱に見立て、間に鈴の門を設置します。これで建物の右側が完成しました。ということで左側も分厚くしていきます。玄関を作りたいので室内用の出入り口を使って周りは土を盛って壁を作ります。そしてアーチから見える部分は中に入れそうな見た目にしたいので、いろいろなタイルを試してみました。最終的に滑らかなセメントの道が全体の色味の相性も考えてよかったので、これに決定。手前に踏み段、地面も変えてより玄関らしくしてみました。左側にも2階部分を作っていきます。
途中屋根の向きが気になったので、間にウォーターベッドに草を入れて調整。さらに分厚さを出し、建物が大きくなって別荘っぽくなってきました。ここから建物に装飾していきます。まず2階の前にレンガの花壇を並べて草を植えます。そして玄関横を削り一段にし、ヤシの木の道を張り、屋外トイレを壁にくっつけてちょっとしたテラスを作ってみました。テラスの装飾はプラスチックの椅子、ビーチチェアで迷ってとりあえずビーチチェアに。これで建物自体は完成したのでお庭を作っていきます。古い木の柵で周りを囲っていき、大好きな貯水槽も置いちゃいます。そして養魚池を普通の池として使ってより別荘っぽく。貯水槽と柵の隙間などちょっと気になる不自然な隙間に土を掘り下げてボトルツリーを埋め込んでいきます。で、全体のバランスを見直し、別荘その1くらいのテンション感にしたいので主張を抑えプラスチックの椅子に変更。こうして庭は完成しました。あとは周りにヤシの木を少し生やしたいなと思うんですけど、なんと肥料を植えると通常よりも木が大きくなることを知ったので、建物裏側が覗かせます。前から見るとこんな感じ。木が大きいので覗いてくれました。そして車を道沿いに止め、入り口に木製のランプポストでアーチを作り、橋の横に飛び出し注意看板、敷地の前にリサイクル箱、余ったスペースにバス停とゴミ箱、周りに植物を植え、これで別荘地は完成です。次は手前の余ったスペースです。せっかく海が見えるので、ヤシの木のテーブルと簡素なベンチをいくつか並べて誰でも休憩できる場所を作ります。そして崖沿いは石をたくさん発生させて、土を掘るとたまに出てくるドラム缶が可愛かったのでそのまま残し、橋と橋の間のエリアは完成です。次は今回のメインとなる駅を作っていきます。駅も駅という施設がないので土を持って建物を作っていきます。町といっても自然がたくさんあるようなのんびりとした町なので、そんなに大きくない駅のイメージです。三角屋根の建物にしたいので、一番上は階段状に、てっぺんだけセメントの道を張り、残りはヤシの木の道を張って、その上にセメントの踏み台を並べて屋根を作っていきます。隣には改札を作りたいので土台を作り、セメントの道を張り、その上にすすのパーゴラを設置。手前にアプローチがあった方が施設らしくなるかなと思ったので、また土を盛りセメントの道を張ります。そしてパーゴラの前にヤシの木の表札を置き、建物らしくしていきます。周りにもセメントの道を広げ、いろんな方向から登れた方が施設っぽくなるかなと思ったので、全方向に踏み段を設置。角はコーナーランプでなじませます。そして表札分右の建物を前に出したいので調整し、こんな感じになりました。どうでしょうか。だいぶ駅らしくなってきたかなと思います。次に鈴の門を改札に見立て、鉄のはしごで建物を立体的に。さすがにこじんまりしすぎたかなと思ったので、もう一パーゴラ分横に伸ばしていきます。そしてこのままだと左側から入り放題なので、屋外トイレで壁を作り、アプローチ部分に
ベンチを並べ、排水溝と道路標識を飾ったら、これで駅の正面は完成です。次はホームを作っていきます。乗り場を2つ作りたいので、線路分開けて左右に土を盛り、反対ホームに行くための連絡通路を作ります。すると形はこんな感じになりました。ここからセメントの道を作ったところに張っていき、線路下に石畳の道、連絡通路にくっつくように鈴のパーゴラを設置。踏み段も設置したいんですけど、もう1タイル分ずらしたくなったので調整し、こんな感じになりました。どうでしょうか。連絡通路を作ったことで完全に駅に近づいたかと思います。それではついに線路を設置なんですけど、パーゴラの下をもっと電車の倉庫っぽくしたいので、土を屋根部分まで持っていきます。そして改めて線路を設置し、わっ、めっちゃかわいい。ちゃんと機関車だ、すご。じゃあ色は白にします。ちょっと乗ってみようかな。ほい。すごい楽しい。という感じで電車も設置できました。あとは連絡通路に坂を設置して、これで駅は一旦完成しました。次は駅周りを作っていきます。駅の高さと合わせるために坂を作り、メインの道から横切るように道の種類を変えて駅の方向に張っていきます。それを反対方向にも伸ばします。そうしたらメインの道をまたまっすぐ伸ばしていき、道を剥がなかったところに人工芝を使って草を生やします。線路も道を伸ばす分に合わせて伸ばしていき、駅のホームに入れないよう地面に木を植え、砂浜沿いに巨大化したヤシの木を並べていきます。するとこんな感じになりました。このままどんどん線路を伸ばし、植物も増やして一定のところまで伸ばしたら線路を曲げます。石畳の道路も線路に合わせて途中で曲げ、いろんな方向に道が伸びている方が歩いている時のワクワクが増えるので、線路の方向にも道を伸ばします。ということでこんな感じになりました。で、ここからなんですけど、駅からちょっとだけ離れたこの辺から小さな森があるようにしたいので、いくつか植物を使ってもりもりわさわさにしていきます。まずは普通のヤシの木を等間隔に植えます。そしてその後コーラルアカシアの木をヤシの木の幹の部分が隠れるように植え、ポイントでボトルツリーの木も植えます。森なので高さを出すために巨大化したヤシの木もランダムに混ぜ、ところどころ3タイル分掘り下げて高さを変えたりもします。他にも山のように真ん中に行くにつれて高さがあるイメージなので、土を持って木の高さを変えたりしていきます。そして
巨大化したヤシの木と同じように下の草の近くに肥料を植えると成長することに気づいたので、それも混ぜつつ森の隙間を埋めていきます。という感じで全体はこうなりました。森に見えるかなと思います。ここまでわさわさにできるのがディンカムのいいところだなと改めて思います。では伸ばした道の先に山を登る感じで坂を作っていきます。こんな風に道の高さを変えたりしていくのもワクワクするポイントです。途中でまた道を曲げたりしつつ、山なので道周りにも土を持っていき、地面に草も生やします。高いところから外側になだらかに斜面をつけていくと山っぽく見えるかなと思います。そしてどんどん山を作っていると、ここ線路どうしようかな。山の中通るみたいな感じでトンネル作るかという感じで線路を伸ばし、レンガのパーゴラでトンネルを作っていきます。ただそのままの高さだと圧迫感があったので1タイル分上げて調整。いい感じの高さになりました。そのまま道も伸ばし、とりあえずまた今度トンネルの先にも山を作ることにします。ということで山も植物いっぱいにしてこんな感じになりました。この後は線路沿いに平らなトップの柵をずらーっと並べていき、歩くとこんな感じに。ではまた駅に戻って、次は駅の左右の地面を滑らかなセメントの道に変えていきます。そしてその上に車を並べて駐車場を作り、車の色も変えていきます。で、それだけだと駐車場が少ないので、駅の前を鈴の柵で大きく囲み、その中にどんどん車を並べていきます。ただ車の種類が1種類しかないので、違いを出すためにトラクターも混ぜつつ置いていくことにしました。そして最後に天然の道で地面に変化を出したら、これで今回の街づくりは完成です。
がでしたでしょうか。今回はお家や駅を土やアイテムを使って建物に見立てるクリエイトをしてみました。組み合わせるアイテムを変えたりすれば応用が効くかと思うので、ぜひ参考に作ってみてください。また他にもいろいろな建物の作り方を研究しておきます。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。